忍者それは二刀流、忍者それは自爆、忍者それは隠密、そして忍者それはうつせみ。ということでチョコボも取得し、レベルも30になった我々は新たな力エキストラジョブを求め奔走するのでした。まずは忍者の力を得るためとある民家へ向かいますか。ほなかかっといきまっせ。跳ね橋が上がるぞ。飛空艇は来てないようですな。せっかくなんで忍者の歴史を調べてみましたところ、それが最初に伝来したのは意外にもウィンダス地方なんだそうですわ。しかし当のウィンダスは異教徒との交わりを拒んだため、東方からの使者はそのままヤグード川に使者を持ち込んだとのこと。ヤグードというのはウィンダスと敵対する獣人ですな。なんで実は東方の国との交流はヤグードの方が100年も先に行っていたそうですわ。いや、ヤグードに忍者タイプが結構いるのを不思議に思っとりましたが、そんな理由があったとは。ちなみに今はここ一帯の民家が同じ見た目すぎて目的の家がどれかわからん状態に陥ってます。多分ここですな。見知らぬ民家に侵入し、この家の次女楓ちゃんに話しかけます。この子は姉のような侍になりたい女の子。しかし父親が全く取り合ってくれないみたいですな。楓曰く、お父ちゃんは私に何か隠し事をしてるに違いないとのこと。天正堂とかいう怪しい場所に出入りしてるのもしっかり娘にバレてるようですな。かたくなに何も教えてくれない父親になかなかにご立腹の様子。ちなみに楓の姉は大統領直属の精鋭部隊ミスリル重視の一人あやめですな。現状5人しかいないそのメンバーに20歳で選ばれたエリート侍。楓が憧れるのもやむなしですな。ではでは早速情報収集してみますか。港にある2階建ての倉庫、ここが天正堂バストゥーク支店ですわ。天正堂っちゅうんはこの世界に存在するグレーな匂いのする商業組織ですわ。各地に存在する冒険者の名声の中に天正堂での名声地も存在することから、1階の商店では収まらぬその存在の重要度を感じますな。お、この人はどうやら九段の課で寅さんを発見できたようですな。お父さんとは昔なじみのようで、やつに直接聞いて助けてやったらいいんじゃないかとのこと。ぶっきらぼうな人柄ですが、なんだかんだ心配しとるんかもしれませんな。ブーム。家の場所がわからん。こしたら言われた通り縁説に直接聞いてみますか。父ちゃんもこの問題をそのままにしておくつもりはなかったようで、天正堂に売ってしまった品物を取り戻すのに力を貸してくれないかとのこと。コロロカの洞門という場所で奇妙なサンゴというアイテムを探してきてほしいらしいですわ。楓のために出発や。バストゥークにある鉱山からコロロカの洞門へ意外と近いですな。昔は何の疑いもなくコロロカの洞窟だと思っておりましたわ。
PS2 時代は画質も荒くゲーム側のフォントも荒かったようで、そういう読み違いが多かったですな。グンダルフのカレタに海蛇の洞窟、ドラキーユ城、デルスパ野営人、言い出したらキリがありませんな。コロロカの同門は最初の追加ディスクで拡張されたエリアなんで、 FF11 開始当初はここは普通に通行止めされてましたな。この頃の FF11 のどこそこに未開通のエリアがあって、いつか行けるようになるんかもしれんぞというワクワク感はとにかくすごかったですな。では同門に飛びまして、ようわからんけど同門の一角にあるポイントを調べると敵が出てきて、倒した後にまた調べると奇妙なサンゴが手に入りますわ。クエストボスとは思えん弱さですな。昔はもうちょっと強かったようですが、ある時からレベルが一気に引き下げられた悲しきたこ焼きたち。せっかくなんでバストゥークに帰る前にこの先の砂漠地帯に足を運びますか。各地にワープポイントがあるんで、行けるとこには先に立ち寄っとくと後が楽ですせ。バストゥークからちょろっと洞窟を抜けると、そこにはもう砂漠が。ここアルテパ砂漠はその風景から遠い異国の地に来たような気分になれるのがええですな。そこからしばらく歩いたところにある砂漠のオアシスダバオのワープを開けますせ。こしたら機関アイテムでバストゥークに戻って報告ですわ。縁説に奇妙なサンゴをあげると、自分は農部に行けないから行ってきてくれないかとのこと。世話のかかる父ちゃんですな。楓のために行きますわ。農具へは今ではこのように一瞬で行けますが、本来はここへ来るのはかなりの長旅で、このクエストも結構な時間がかかったもんですわ。そもそも農具へは直通手段がなく、近くにある風ムという村へ飛空艇に乗っていく必要があり、その飛空艇に乗るためのパスポートを取るために3つの獣人拠点で箱の鍵を集めて渡す必要があり、風ムからの奥への道のりもかなり入り組んでるんで、わけがわからん状態になりながらもやら洞窟を進むことになり、言うとるだけで胸焼けしてきますな。ということで、このディートムントと同じ顔のおっさんに奇妙なサンゴを渡しますせ。彼はどうやら縁説の奥さん、黄泉の兄貴のようですな。ようやくこいつを取り戻しに来たかと言うとりますが、なんでサンゴと引き換えなんかはよう分かりませんわ。とにもかくにも縁説が求めるアイテム抜けない担当を手に入れましたで、あの船でここに直接来れたらと昔のプレイヤーたちはよく思ってたでしょうな。おい、取ってきたぞい。生活のためにこの刀を。まあもともといつかは取り戻すつもりだったんでしょうかね。無事その担当を取り戻した縁説は、
自分たちが農具の人間であったこと、黄泉が忍者であったこと、そして楓を産んだ際にその生を全うしたことを告げましたわ。夫婦となった時から長くは生きられぬと悟っていた節のある黄泉は、それでも10年の年月をこのバストゥークで過ごしたそうです。この抜けない担当はいつか忍びの道を選ぶかもしれない娘に、いたずらに力を振りかざすことのない耐え忍ぶ心を伝えるため、黄泉が残したのだろうと教えるのでした。楓よ、どのような道を選び、それがいかに苦しくとも、その刀を残した母の心を忘れるな。まあ一旦売っ払ってはいたんですけども、ほんでもってここでまさかの黄泉のもう一つの形見である忍びについての書物を譲り受けて、クエストクリア。農具から怒られないんやろか。ほな今回はこの辺で、他の EX ジョブのちょいちょい取っていきますわ。ほなまた。